皆様こんにちは、セイラです。今回は2月6日リニューアルスックザ・リクイドファンデーション E オイルリッチグロールースパウダー E シアールースパウダー E をご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。スックのアイテムの中でも特に人気が高いザ・リクイドファンデーションがリニューアルということで、こちらの動画ではリニューアル前とリニューアル後をそれぞれ半眼ずつに塗って塗り心地、カバー力、毛穴補正効果、ツヤなどの質感、そして4時間後のマスク崩れをご紹介していきます。また同日にリニューアルをした2種類のルースパウダーについても詳しくご紹介していきますので、少しでもベース選びの参考になれば嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた2026春コスメのレビュー動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。スックザ・リクイドファンデーション E スックリクイド史上最高のツヤ高さにアップデート。ツヤを生み出す高輝度オイルを配合しながらしっかりと肌にフィットしロングラスティング。さらに滑らかで高輝度なツヤへ。そして多彩な色のラインナップを緻密に調整。よりくすみなく肌に沿う美しい色ツヤに。では、リニューアルをしたザ・リクイドファンデーション、リニューアル前とリニューアル後のものを半眼ずつに塗って、塗り心地や仕上がり、4時間後のマスク崩れを比較しながらご紹介していきたいと思います。今回、下地はこちら。自然なツヤや明るさをプラスしてくれるスックの人気プライマー、ザ・プライマーを使用しています。まずはこちら側半分にリニューアル前のアイテムを塗っていきたいと思います。リニューアル前は滑らかな乳液のようなテクスチャーで、しっかり保湿しながらも重さやベタつきを残さないところが使いやすかったです。こんな感じで肌に馴染むのも早いので、ファンデーションをムラなく塗ることもできました。はい、まずはこちら側半分にリニューアル前を塗ってみました。下地のみの方と比較をしても厚塗り感や重さは出ていないですが、毛穴や凹凸、色ムラを均一にカバーするようなつるんとした滑らかな肌に仕上げてくれるのがこのファンデーションの特徴です。近くで見るとこんな感じで、コンシーラーなしでも大きいニキビ跡などもカバーするというほどのハイカバーではないですが、重ねても重たい印象にはならず、ある程度の色ムラなどはしっかりカバーしてくれるようなミディアムカバレッジでした。そしてツヤ感についても、顔を動かすと頬の高い位置に自然な光の立体感は集まりますが、ギラギラツヤツヤすぎる感じではなく、ナチュラルで控えめなつるんとした陶器のようなツヤ仕上がりでした。では反対側にリニューアル後を塗ってどんな感じに変化したのか見ていきたいと思います。リニューアル後はまずファンデーションの液がかなりみずみずしくなって、ベタつかない軽い質感のオイルを塗っているような感覚で使えます。乾燥や皮むけが気になる時にも安心して使いやすいテクスチャーに進化している感じがしますね。はい、こちら側半分にはリニューアル後をまずは一度塗りで仕上げてみました。まずファンデーションのテクスチャーが全然違くて、リニューアル前もかなり滑らかでしたが、リニューアル後はさらに滑らかで軽やかな塗り心地になっていて、ベタつきや重さのないみずみずしいオイルを高配合したようなかなり伸びのいいテクスチャーに変化していました。乾燥や皮むけが気になる時にはもちろん、毛穴や凹凸にファンデーションが溜まる感じも気にならないので、より肌質問わずに使いやすくなったんじゃないかなと思います。そして仕上がりとしてもこんな感じで、ツヤの感じが全然違いますよね。リニューアル前は滑らかで穏やかなツヤ感でしたが、リニューアル後は肌全体で光をキャッチするようなみずみずしいツヤ感を楽しめます。そして近くで見るとこんな感じです。リニューアル前は何度か塗り重ねている状態。リニューアル後はまだ一度塗りの状態ですが、比較をするとリニューアル後の方が一度塗りの時点でも
細かい赤みや色ムラをカバーする色補正力が高い感じがします。毛穴や凹凸は埋めるというよりも水分と油分をしっかり与えてふっくらさせて滑らかに見せてくれるような補正力を感じます。ではリニューアル後をもう少し重ねていきたいと思います。かなり滑らかなので重ねていっても綺麗に馴染んでくれますね。タップするように重ねていくとツヤがしっかり出ているので厚塗り感はないですが、やはりリニューアル後の方がカバー力が増していく感じがします。はい、こちら側に塗っているリニューアル後も何度かしっかり塗り重ねてみました。やはり一度塗りの時点でも比較をするとリニューアル後の方が若干カバー力が高いなと思いましたが、こちらは重ねていけば重ねていくほどオイルを含んだファンデーション同士が密着するからか、どんどんカバー力がアップしていく感じがしました。近くで見るとこんな感じで、重ねていけば重ねていくほどファンデーションが肌に吸い付くように密着して、気になる赤みや色ムラもしっかりカバーしてくれるのはもちろん、毛穴や凹凸がふっくら滑らかに整っていて、しっかりツヤを感じますが、毛穴レスな印象も同時に楽しめます。これだけ高いツヤ感があるファンデーションだと、どうしても毛穴カバー力が控えめだったり、毛穴が目立ってしまうものも多いですが、ツヤと毛穴カバーを両立している感じがものすごく綺麗です。アップで比較するとこんな感じです。そしてツヤ感についても、やはりリニューアル後は重ねていけば重ねていくほど、肌全体が艶やかに光るようなみずみずしいツヤ感が増していきます。結構しっかりツヤを楽しめますが、毛穴カバー力が高いからか、キラキラツヤツヤした感じになりすぎないところも、さすがスクのファンデーションだなと思います。そして今回、カラーについても少し違いを感じていて、リニューアル前もリニューアル後もイエローベージュオークル系の020番を使用していますが、リニューアル後の方が黄身が少なく明るめに感じます。ツヤ感がかなり異なるので、その影響もあるかと思いますが、カラー自体も結構変わっている印象です。香りについてはリニューアル後も無香料タイプのままなので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいと思います。では、この上にスックのザ・ルースパウダーをパフで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクで過ごして、崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。テクスチャーや仕上がりに結構違いを感じるリニューアルだったので、崩れもどんな感じになっているのか気になります。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらもしっとりしているタイプのファンデーションなので、時間が経ってもパサついてきたり、乾燥による崩れは気になりにくかったです。ただ、近くで見るとこんな感じで、やはりリニューアル後の方がオイル感が高まったからか、マスクをしているとどうしても摩擦や蒸気による崩れは気になる印象でした。ただ、塗りたてからの綺麗なツヤ感は保ってくれていますが、小鼻の横にテカリが出てくる感じなどは気にならなくて、摩擦のない額はこんな感じで、ファンデーションが薄まる感じも、よれる感じも気にならなかったので、こちらはマスクなしで過ごすときや、保湿力重視の方に使いやすいファンデーションなんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。肌表面の触り心地については、塗りたての時点から違いがありましたが、やはりリニューアル後の方がオイル感がしっかりあって、時間が経ってもしっかり保湿感が持続している感じがします。内側はしっとりしていますが、表面にベタつきが出る感じは気にならないです。リニューアル前とリニューアル後でテクスチャーや仕上がり、そして崩れ方にも結構違いがあるなと思いました。リニューアル後はよりしっとり感や保湿感、そしてツヤ感をお求めの方に使いやすくなったんじゃないかなと思います。では、ここからはファンデーションと同じタイミングでリニューアルをした2種類のルースパウダーをご紹介していきたいと思います。オイルリッチグロールースパウダー E。その名の通り、オイルを高配合したパウダーとは思えないほどの濡れたようなツヤを与えるスックならではのルースパウダーが、さらに透明感のある豊かな輝きをまとい登場。配合オイルを見直し、パウダーのバランスを更新することで、
ベースメイクの仕上げに高揚感を与えるような華やかなツヤを宿します。シアールースパウダー E。みずみずしいツヤが繊細にきらめく透明感あふれる肌へ。サラサラとしたきめ細かなパウダーがスルリと滑るように薄く均一に肌に密着し、皮脂による化粧よれやテカリを抑え、化粧持ちを向上。ノイズを感じさせないクリアな肌印象を長時間キープします。では、それぞれを半眼ずつに塗って塗り心地や仕上がりを見ていきます。まずはこちら側にオイルリッチグロールースパウダーです。今回は付属のパフにとって塗っていきたいと思います。フェイスラインから顔の中心に置くようにのせて、パフで優しく磨いていくとこんな感じで、手元で見た時と同様、パールがしっかり乗るので、磨くとよりツヤが綺麗に出てくれます。はい、まずはこちら側半分にオイルリッチグロールースパウダーを塗ってみました。かなりツヤ感が強いザ・リクイドファンデーションのみの方と比較をしてもこんな感じで、顔を動かすと頬の高い位置に濡れたようなしっかりしたツヤを楽しめます。パフ塗りをしても結構しっかりパールが乗ってくれるので、近くで見ても立体的なツヤツヤ肌を楽しめます。ただ、パールはたっぷりめですが、ベースの粉質が微細で、一度毛穴や凹凸をフラットにした上にパールでツヤを作るようなイメージなので、パール入りのツヤパウダーの中ではかなり毛穴が目立ちにくい方なんじゃないかなと思います。そして質感はパフにとってたっぷりの量を塗り重ねましたが、全く粉っぽくなくてかなりしっとりしています。ファンデーションの余分な油分感を抑えてくれますが、粉っぽくなったりパサつく感じも全くしなくて、しっとり保湿されながら滑らかで柔らかい肌に仕上がっています。パウダーを塗ると粉っぽい印象になったり、パサつく感じが苦手という方にも安心して使いやすいと思います。では反対側にはシアールースパウダーを塗っていきます。シアールースパウダーにも同じ形状のパフがついているので、こちらで塗っていきます。微粒子のパウダーが肌にフィットして、毛穴や凹凸を感じさせない滑らかな陶器肌に仕上げてくれます。こちらはパフで優しく磨いてもこんな感じで、摩擦を与えても特に質感が変化する感じはしないです。はい、こちら側にはシアールースパウダーを塗ってみました。シアールースパウダーもパフにたっぷりとって塗り重ねても粉っぽくならず、マットに寄りすぎることもなく、みずみずしい自然な立体的なツヤを楽しめます。近くで見るとこんな感じで、反対に塗っているオイルリッチグロールースパウダーよりもさらに粉質が微粒子な感じがして、肌に溶け込みながら毛穴や凹凸をフラットに仕上げてくれます。粉感や厚みは出ないのに、ベールをかけたような毛穴補正効果があるところがすごく使いやすいなと思います。アップで比較するとこんな感じです。肌表面の触り心地は超微細なパウダーで肌を覆ってパサつく感じはしませんが、しっかりサラサラ感を楽しめます。どちらのパウダーも粒子が細かく軽やかで、フェイスパウダーを塗っていないかのようなナチュラルさは共通していますが、たっぷりのパールで濡れたようなツヤ感をお求めの方、パウダーを塗っているとは思えないほどのしっとりした仕上がりがお好みの方は、オイルリッチグロールースパウダーがおすすめ。超微細なパウダーで厚塗り感なく毛穴や凹凸をきれいに補正したい方、自然で滑らかなツヤ感とサラサラした肌表面の触り心地を両立させたい方は、シアールースパウダーが特に使いやすいイメージです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたての視点から自然なツヤ感が残っていたからか、時間が経ってもテカリが出てきたり、崩れている感じは比較的気にならないパウダーだなと思います。アップで見るとこんな感じです。フローパウダーはベースのファンデーションと馴染んでいく感じはしますが、パウダーがよれたり、小鼻の横に溜まってしまったり、テカリが出てくる感じもなく、塗りたての綺麗なツヤを保ってくれている印象。そしてシアールースパウダーはこんな感じで、マスクが良かったる位置は若干摩擦によるハゲが気になりますが、毛穴や凹凸を自然にぼかす補正力が時間が経っても持続する感じがします。アップで比較するとこんな感じです。
そして肌表面を触った感じは、どちらも塗りたての時のままを保ってくれていて、グローパウダーは時間が経っても粉っぽくなったり、パサつく感じも一切なく、塗りたてのしっとり感は保ってくれますが、小鼻の横に皮脂が出てきたり、ベタつく感じは気にならないです。そしてシアールースパウダーは、小鼻の横も頬の広い範囲も塗りたてのサラサラ感をしっかり持続してくれるので、こちらはかなり微粒子ですが、テカリやベタつきにもすごく強いタイプのパウダーだなと思います。どちらもパウダー自体が皮脂やベタつきに強いのはもちろん、たっぷりの量を塗り重ねても粉っぽくならないので、しっかり肌にパウダーを乗せることができる分、より崩れにも強くなっているんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じで2月6日にリニューアルをしたスックのベースアイテムをご紹介していきました。ザ・リクイドファンデーション E はみずみずしいオイル感がプラスされたので、より滑らかで塗りやすく、保湿力とカバー力がアップして、ツヤ感もかなり強まりました。リニューアル前のアイテムとはまた違った魅力があるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。